ニュースで直近額の平均額が去年より増えて1700万だと報道しました。増えたといっても老後必要だと言われる3000万には全然届いてないので、将来は貧困な家庭が増えると思います。ニュースで報道する理由は平均より下を見せて安心させるためだと思ってるんですが、これは考えすぎでしょうか。まず年齢が分かんないですけど、ただ平均って言ってるのが癖者で、結局お金持ちって基本的にもう大体円で持ってないんですよね。数年前ぐらいからもうアベノミクスでずっと円安傾向だよねっていうの分かってたので、なのでお金持ってる人って昔から割とアメリカ株だったりとかオルカンだったりっていうのを海外に投資というのが当たり前だったんですよ。円がどんどん為替がこう動いてって、例えばじゃあ1万ドル持ってましたっていう人って1万ドルというのが150万円です。でもこれが1ドル160円になるだけで160万円になるんですよ。なので勝手に増えちゃうんですよね、円換算するとっていうのがあって、なので為替の問題で円換算したりとか、金持ってる人ってそもそも投資してるよねってので、海外投資してる人はバカバカ円換算の額増えてっちゃってたんですよっていうところで増えたって話で、これだったら平均なんです。基本的にね、僕中央値でこういうのを言わないと意味がないと思ってて、中央値と平均の違いのわからない頭の悪い人向けを騙そうと思ってメディアはやってるんじゃないかっていうふうに僕時々思うんですけど、平均で分かりやすい話をすると、例えばじゃあ年収1億円の人が1人いて、残り9人が年収0でした。平均の年収はみんな1000万円ですってなるんですよ。1億円もらってる人が1人いて、あと9人無職なんですよ。でも平均年収1000万円。このグループは平均年収1000万円なんだよって言うと、みんな金持ちかなと思うけど、実際1人が1億円で残りは全員無職っていう状態でも平均1000万円になっちゃうんですよ。で、中央値というのは順番で真ん中に当たる人。11111って9人いて、1人だけ1億円だったとすると、中央値の場合は5番目の人がいくらなのかっていうのを取るので、5番目だと1円なので、中央値1円になるんですよ。中央値というのはあくまでこうランキングをつけた時の一番真ん中の人の値っていうのになるので、収入とか貯金の値っていうのは中央値で見ないと実態というの見えないんですよね。平均と中央値っていうのは全然違う数字になったりするので、平均で言われたとしても基本的には信用しないで中央値も見るっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。この統計マジックって結構あったりするので、なので平均で見るのではなく中央値で見るという癖をつけた方がいいんじゃないかなと思います。金はまだまだ上がると思いますか？思います。一応インドとパキスタンはアメリカが介入してどうやら停止になったようなんですけど、多分ああいったものが起きやすくなってる気がするんですよね。ロシア・ウクライナ戦争があって、それでイスラエル・ガザの紛争があって、で多分インド・パキスタンの今回って紛争があって人は死んだんですけど、経済制裁起きないと思うんですよ。インドに対しても経済制裁をしないし、パキスタンに対しても経済制裁をしない。なので昔だったら紛争戦争的なものが起きたとしたら、それは国連とか国際社会から何らかしらのペナルティとか罰金的なものがあるよねっていうイメージもあったので、やめといた方がいいよねっていうのがあったと思うんですけど、それがないっていうのがもう分かっちゃったんですよね。なので割とやったもん勝ちになりつつあると思うんですけども、だからインドパキスタンの場合は結論どっちも領土を取らないで終わったんですけど、代わりにちょっと殴っちゃって領土取ってそれでありだよねっていう風に考えちゃってもおかしくないと。僕は少子化の原因の一つに自由恋愛による恋愛資本主義が加速化しているということがあると考えています。これに限らず世界中で起こっている自由主義やリバリズムとテクノロジーを掛け算されることに発生しているものが非常に多いと思うのです。なので人々を正しく分断し過度な自由を制限するような分散型宗教プラットフォームというのが必要になってくると思いますが、どう思いますか？別に分散させる必要はなくて、ただ宗教的な価値観というのを残しといた方がより幸福な人は増えるんじゃないかなというのは結構同意です。結局自由主義というのを分かりやすく説明してしまうと、他人のことはどうでもいいという主義なんですよ。で他人のことはどうでもいいとなると弱者は助けなくていいよね。で弱者は助けなくていいとなると、その弱者は飯食えないとなったらもう盗んで奪うしかないよね。で盗んで奪うしかないから、じゃあ盗みます、強盗が発生します、万引きが発生します、治安が悪くなりますっていうので、もう捕まえたら一生刑務所とか捕まえたら死刑にしようぜっていうのをやると、もう捕まったら死刑になるから、万引きバレたらもう相手した方がいいよね。万引きでもバレたら死刑になるんだったら、むしろ殺さないと自分が死刑になるから、もう万引きでも何でもバレたらみたいになっちゃうんですよね。でそうすると犯罪者側が結構なエネルギーを持ち始めてしまうんですよ。要するにバレないで犯罪をやった方が得だよ
よね。目撃者全員消した方がいいよねってなると、犯罪やりたい放題集団ができちゃうんですよ。で、自由主義になるということは他人のことどうでもいいよねってことなので、警察にお金を払うもないので、警察官のなり手が少なくなるんですよ。警察官のなり手が少なくなると何が起こるかというと、犯罪者からの賄賂をもらって、犯罪者の犯罪を見逃して豊かになる警察官っていうのと、警察官に見逃されてるからやりたい放題の犯罪者っていうのが出てくるんですよ。これ南米でよくあるパターンね。結局警察官の給料も低いし、で、警察官になったからといって一生が保証されてるわけでもないので、それだったらもうマフィアと仲良くなって、手入れあるからこれ気をつけた方がいいよとか、さっきお前んとここういうの調査してるから証拠なくして他の国に逃げさせた方がいいよとかっていうのを、犯罪者組織のスパイとして働く警察官になった方が、警察官の給料もらえるし、犯罪組織からもお金もらえるし、犯罪組織から身を守ってもらえるしってなるので、お得シャーンってなっちゃうんですよ。自由主義という功利主義を追求すると、結果として犯罪を止めることができない。犯罪を止める側にお金を払わない、福祉にお金を払わないということになってしまうので、分断が起きて余計治安が悪くなるよねというのはすでに証明済みなんですよね。はい。ここ時代です。日本の未来明るいですか？多分ね、その考え方が良くないと思ってて、国と自分は違うんですよ。なので日本がめちゃめちゃ暗くなったとしても、僕は幸せに生きる自信もあるんですよ。日本にいたとしてもね。なので日本の未来がどうこうでなく、自分の人生が明るくなるかどうかというので、そのために必要なスキルとか、必要な友達とか彼女とかっていう形の、彼女がいないとか友達がいないだったら彼女を作るスキルがあるのか、友達を作るスキルがあるのかっていうので、自分が楽しく暮らせるために、人が楽しく暮らせるために何が必要なのか。趣味のないやつってね、結局ね、楽しくなさそうなんですよ。いくらお金を稼いでも、お金を稼いでキャバクラとかで散財して、俺は誰にも愛されないんだって言って、ひたすら金を稼いでまた金を浪費するみたいな。で、風俗に行くみたいなのって、で、趣味があって毎日楽しく暮らしてますっていう人の方が、幸せと言ったら多分高いと思うんですよね。なので自分が楽しく暮らせるようになるためのものがあるのかどうかっていう、自分自身の問題はコントロール可能なので、そこで自分自身が明るく生きていけるかどうかっていうところで判断すればいいんじゃないかなと思います。あなた自身の問題なんですよね。なので日本自体が明るいかどうか知らんかな。だってほら、明るくするのは未来の人たちでしょ。僕日本に住んでないんだからさ、今暗いんだとしたら日本にいる大人のせいですよ。僕日本にいないから。日本に住んでいる20歳以上の全ての人たちのせいで、日本が暗いんだとしたら参政権のある全ての大人のせいです。なので高校生だとするとあと3年ぐらいで有権者になるので、暗い責任は自分自身にもあるっていう。日本自体を明るくするのはすごく難しいので、なので自分自身が楽しければそれでいいって方がいいんじゃないかなと思いますけどね。日本の未来はほぼ積んでいると思うんですが、子供たち世代が希望の未来の広くさんが考える限り、リアルな明るい日本の未来の人の聞かせてほしいです。いやでも日本全体は暗くなると思うんですけど、日本人として楽しく暮らすは全然できると思うんですよね。治安もいいし、飯もうまいし。日本が暗くなるというのは結果外国から見ると安くなるということなので、外国人相手の商売するとか、外資系の会社で働いて、で日本で暮らしている分には外貨でもらえるから給料高いし、でも治安が良くて飯もうまいところで安く暮らせるっていうのがあるので、日本を良くするではなく、自分の生活を良くするとか、自分の周りの人の生活を良くするとかっていう感じで、自分の身の回りっていう風に考えれば日本は全然いい国なんじゃないかなと思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。